こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっと久しぶりにトバログのガジェットポーチの中身について紹介していこうと思います。実は最近ちょうどね、このガジェットポーチ、ハーフデイポーチが再販されまして、普通にね、今買える状態になっているので、このタイミングだし、最近ガジェットポーチの中身紹介してなかったなっていうのがあるので、今回これについていろいろと紹介していこうと思います。是非この動画を見ながら自分のガジェットポーチには欠かせないっていうものがある人はね、コメントで是非書いてもらえると嬉しいです。参考にします。というわけで早速いってみましょう。まずはやっぱガジェットポーチ自体ですかね。ガジェットポーチに関してはさっきから紹介しているこのドリップと一緒に僕がコラボをして作らせてもらったハーフデイポーチというガジェットポーチを愛用しています。何もロゴもない、主張もない、ポケットもほとんどないっていうこのねデザインがすごく好きですね。こういうちょっと袋状になっている感じとか、横から見てもねすごくシンプルな風合いっていうところがすごく気に入っているポイントです。でかつ、容量ですね。ガジェットって形がいびつなものが多くて、割とこういうね AC 充電器的なものだったりとか、あとはこういうね布っぽいもの、それとこういうワイヤレスイヤホンみたいな割とマチがあったり、形が本当に文房具とかと比べてもかなりねいろいろ幅があるっていうところがあるので、それらをね柔軟に収納するために、こういうあえてポケットで仕切りすぎないポーチっていうところをコンセプトに作っています。中を開けるとこんな感じでポケットがね2つちっちゃいのが仕切られていて、このメインポケット部分は何もないから、このままドカドカとモバイルバッテリーとかを入れて持ち歩けるっていう。でちょっとモバイルバッテリーほど大きくないんだけど、細かい AC アダプターとか充電器類とかワイヤレスイヤホンはこっちのねある程度形が決められるようなこのメッシュの仕切りで仕切ることができるっていう、こういうスタイルで作っています。で見た目的なところとか、そのポケットみたいなところも気に入っているんですけど、一番やっぱ使ってて便利だなと思うのが、パコッと置いた時にそのままねガジェットを俯瞰して見られる、自立してくれるっていうところがすごくポイントですね。ここがね正直一番苦労したというか、本当にもう開発にすごい時間をかけたところなんですけど、ガジェットポーチってパソコンとかの横に置いて使うことが多いので、そういうシーンでもねすごく小スペースかつ使いやすいようにしているって感じですかね。であとねちょっと詳しく後で紹介したいんですけど、ここがもう1個ねファスナーがついていて、これをオープンすることでガジェットポーチの容量がほぼ2倍に広がってくれるってやつなんですね。これはね、このガジェットポーチを作る時に一番最初に考えたコンセプトの一つで、旅行でも日常でも一つのガジェットポーチでいろいろ持ち歩けたらいいよねっていうところからね、着想を得てこういうのを作っているんですけども、そういうね拡張性があることで柔軟にいろいろ入れられるような工夫をしているって感じですね。この辺がこのガジェットポーチめちゃくちゃいいところです。素材自体も摩耗とか衝撃とかに割と強いねバリスティックナイロンっていうのを使っているんですけど、それによってこの結構角が立っているというか、硬くて角のあるガジェットとかを入れても破けにくいみたいなところは結構こだわったポイントですかね。そんな感じのガジェットポーチです。ハーフデイポーチぜひチェックしてください。ほぼ毎日活用している、使っている系の重要度が高いガジェットたちですね。これらをちょっと紹介していきます。まずはやっぱり USB ハブですね。ハブに関しては MacBook Pro を使い始めてからはそこまでねめちゃ頻度高いわけではないんですけど、Vlog を撮る時とかに割とマイクロ SD が必要になったりするのと、あとは時々ねこの HDMI を使ったり、イーサネットを接続して有線で使ったりっていうこともあったりするので、そういう意味でも万能に使える USB-C のハブは常に持ち歩いています。今はアンカーのこの見た目がねちょっと
いい感じのレザー調のやつを使っていて、結構ハブってグレーとか黒いものが多いんですけど、持ち歩き用としてはやっぱ白系で揃えたかったなっていう、こういう時計の色とかと合わせたいなっていうのがありまして、これを使っています。若干難点としては、これが充電用の USB-C なんですよね。データ転送とかをするためにここに接続できるのではなくて、充電のためっていう感じなので、外部の SSD を接続するのであれば MacBook の本体にまた別で生やさないといけないっていうところが、ちょっと難点ではあるんですけど、カラー的にはすごくいい感じです。で、普段持ち歩く充電器に関しては、オーキーのかなり昔のやつだと思うんですけど、100W 給電ができる USB-C ポートが1個だけついているタイプの AC 充電アダプターを使っています。なんだかんだ結構昔に使って丈夫でね、しかもちゃんとMacBook Pro の 96W 給電もできるっていうところで結構ね愛用しているものですね。最近の AC アダプターでパワーが強いもので、こういう真っ白でシンプルなものって意外とないんですよね。例えばアンカーで 100W 給電とかができる強いものだと割とね、グレー寄りの真っ黒だったりとか、あとはね白系でもここがちょっとメタリックだったりしてちょっとガジェットすぎるなっていうところはあるんですけど、これは本当にマットな質感でプラスチックな感じなんで、すごくね見た目的にも好きな感じです。で、ずっと4年ぐらい使ってるんですけど、全然問題なく使い続けられているので、これはね愛用中ですね。で、その前まではこの CIO の 140W 給電ができる AC アダプターを使ってたんですけど、結構ね早いタイミングでというか、なぜか MacBook M3 Pro の MacBook Pro がね充電できなくなってしまって、今はね販売終了にしれっとなってしまっているんですけど、新しく買ってはいるけど古いやつがね生き残っていくっていうところで、これを今は愛用しています。で、あとガジェットポーチの中で最も頻度が高く使っているものでいうとやっぱサムスンの SSD ですね。これは 4TB モデルを前のプライムデーで購入して使っているんですが、やっぱ動画編集において SSD は必須です。これはね本当に必須なんですけど、僕が今使っているこの MacBook に関しては内蔵メモリーが 4TB じゃない 1TB なんですよね。1TB でこういう動画撮ってるとだいたい1動画 500GB とかになっちゃうから、1動画だけしかストレージに入らない問題があって、それを解消するためにこれは普段から接続をして使っています。ずっとほぼつけっぱなしっていう感じですね。こんな感じでダラーンみたいな、どっかに固定しようかなと思うんですけど、そのぐらいね普段から愛用しています。もともとはこのキングストーンのめちゃくちゃ速い、これよりも2倍速いやつを使ってたんですけど、それゆえかなんかパワーがね結構必要だったりして、スリープモードとかにパソコンしてるといつの間にか接続が外れてたりしてたんですよね。早いのはいいんだけど、そのちょっとスリープになったら接続切れちゃってた問題とかがあって、本当にサポートによって交換してもらってもそういう仕様っぽいところがあったので、改めてこっちに買い替えたらずっとねスリープ状態にしてても接続が外れずにフッテージを再リンクすることなく使えているので、めちゃくちゃ重宝しています。4TB なので今走っているプロジェクトをだいたいね入れても2TB とかになるから、それの倍の容量っていうところがちょうどいいですね。4K 動画を編集してても引っかかることもないし、あと接続がめちゃくちゃ安定してて、ちょっと触ったりとかブラーンみたいになっちゃっても全然接続外れないところがすごく気に入ってます。はい、続いてこれは相当いいなと思うんですけど、 Google の Pixel Buds Pro 2ですね。去年 Google のイベントに参加した時に試供品みたいな感じで、もらったものなんですけど、最近のワイヤレスイヤホン久々に使ったんですけど、めちゃくちゃ進化してますね。まず、見た目がね可愛いのはもちろんなんですけど、すごくちっちゃいんですよね。このサイズで耳に収まるので、本当に違和感がないというか、このケースごと持ち歩いててもいつでもね持ち歩けるこのサイズ感、しかもこの見た目の雰囲気がすごくいい感じです。かつ音質もかなり良くて、これ見た目の割に結構高いんですけど、その分やっぱね音の出方とか解像感、立体感みたいなのがすごくある気がします。もちろん低音とかはヘッドホンに比べたら弱いんですけど、こうね K-POP とか、あと夜遊びとか Perfume とか、ああいうちょっとね
テック寄りの音を奏でる系のやつとすごく相性が良くて、そういうのを聞くときにかなり重宝していますね。でしかもノイズキャンセリングめちゃくちゃすごいです。これちょっと驚いたんですけど、もうつけた瞬間に耳の穴の中にキュインってこうね、全てをこう吸収されていくような感じでありつつ、これかなりね静音性が高くて、おかげで電車移動する時とかもそんなに音楽の音量を上げすぎずに普段から使えるっていうのが最高ですね。正直価格的には結構高めなんですけど、いやこれはちょっと驚いたというか、すごくいい感じなので普段から使わせていただいております。おなじみなんですけど、これですね、タイプスティックス。この間グッドデザイン賞もいただいたんですが、トバログとファーイーストガジェットがコラボレーションをして作り上げた、このキーボードの上にキーボードを置くための文房具みたいなちょっとした小物ガジェットですね。これは正直本当に毎日外に出るときは使っていて、結構最近書き仕事をすることが多いんですけど、書き仕事はねできればこのキーボードじゃなくて普段から使っている HHKB でやりたいんですよ。なので HHKB もねだいたい最近は持ち歩いてるんですけど、これを使うためにタイプスティックスがあると、こうやって例えばここの位置とかに仕込むんですけど、これの上からこうやってこう HHKB を置くとめちゃくちゃ快適にこの下のキーを打つことなく自分の好きなねキーボードが使えるっていうところで、これは本当に縁の下の力持ち的な、普段からうわめっちゃいいわこれとか言って使うわけではないんですけど、やっぱりなんだかんだないと不便みたいな、そういう感じのガジェットですね。カラー展開としては真っ黒なブラックもあったりするので、本当に好みにね合わせて使ってもらえると嬉しいです。続いてはめっちゃ頻繁に使うわけじゃないんだけど、ないとやっぱ不便な時があるっていう感じのガジェットたちですね。ちょっと紹介していきます。テンキーですかね。最初はこれはもうトバログではよく紹介していて、もう廃盤になっちゃってね手に入りづらくなってしまったものなんですけども、マイクロソフトのナンバーパッドはいつも持ち歩いています。これすごいのが、テンキーなのにこの薄さっていうところですね。これすごくないですか？まさにガジェットポーチに入れて持ち歩くように設計されてるんじゃないかっていうぐらい薄いもので、しかもこれすごいのが Bluetooth に対応しているっていうところなんですね。この感じで、有線接続とかであれば納得できるんですけど、この薄さコンパクトさでなんか無線通信ができて普通に使えるっていうのがちょっと考えられないぐらいすごくいいなと思います。最近のマイクロソフトのプロダクトのデザインめちゃくちゃ好きなんですけど、このナンバーパッドは本当に数字のこの感じもねミニマルというか、全体的に丸みを帯びてる感じとかも最近のサーフェスのシリーズ、例えばサーフェス11とかああいう感じの丸みに近いような気がしていて、そこの統一感とかもすごくいいなと思います。正直僕はサーフェスは使ってないんですけど、マイクロソフトのねサーフェスとかをデザインしているチームがあらゆるプロダクトを今デザインしているっていうところで、昔はすごいねビジネスライクというか真っ黒いゴツゴツした筐体とかでねこういうのは揃えられてたんですけど、最近はこういうグレイシア系のデザインもかなり増えてきてすごく好きですね。で続いてはこれはね YouTuber 感あるかなと思うんですけども、 DJI マイク2の真っ白いマイクを普段から持ち歩いています。これめちゃいいなと思うのが、一つはね内部収録ができるので、例えばもうこれ単体しか持っていかない、これ単体だけなんだけどカメラ持って行っていないっていう時でも音声をこの中にね収録できるんですよね。多分8時間とかそのぐらい一番音質がいい状態でもね収録できると思うんですけど、ただ本当にこうやって電源を入れてこの録音ボタンを押すだけでしっかりとね声を収録してくれるっていうところで、例えば突発的に発生するインタビューとかで撮影はスマホでいいんだけど音声だけはしっかり撮りたいみたいな、そういう用途とかではねかなり活躍してくれますね。あとはね Vlog を撮る時とか MacBook と接続をしてね音をちょっとだけ入れたいみたいな、そういうシーンとかで結構活躍してくれていますね。でこれすごいガジェットポーチに入れて持ち歩くのにいいなと思う理由としては、32ビットフロートっていうのにね対応してるんですよ。その形式で収録ができるので、例えば外で大きい音とかを収録する時とかでも音のね音量合わせみたいのが必要ないんですよね。従来のやつとかだと音割れしない
ないように調整する必要が割とあったりするんですけど、それが全く必要ないっていうところで、そういう意味でもねすごく使いやすいなと思っています。であと、これはそこまですごいなんかこだわりがあるわけではないんですけども、SD カード系ですね。結構僕持ち歩いて、カメラを持ち歩く時にSD カード家のパソコンに挿したままだとかで忘れたり、あとは容量足りなくなったとかがあるので、こういう風にねいくつかマイクロ SD とアダプターを入れていたり、こっち側には写真を撮るための SD と、あと動画撮影時に使う SD を収納しています。価格のバランス的に256ギガぐらいが一番ちょうどいいので、僕は256を結構愛用してますね。で続いてちょっとねやっぱ極物ではあるんですけど、物理キーボード大好きマンとしてはいつも持ち歩いているこのブラックベリーの本物のキーをこの自作キーボードにしてしまったっていうやつもいつも持ち歩いています。これはね詳しくは前にも動画撮っているんですけど、ドイツのドレスデンで個人の人がね作っているやつを僕も購入させてもらったっていうもので、確か5000円ぐらいで購入したものなんですけど、いいのがやっぱブラックベリーのキーボードなのでめっちゃ打ち心地はいいんですよね。ポチポチと入力できるっていうところと、あとトラックパッドここに備えているので、簡単なAndroid と接続するところだったらここでねトラックパッドが使えてしまうっていうところが最高のポイントです。ただ今使っているのが有線モデルで、本当はね無線モデルも実は購入しているんですけど、無線モデルは技的の取得ができないんですよね。これ、個人で作っているものなので、これ技的申請すらできなくてちょっとね積んでいるところではあって、ただ中の CPU みたいな中のチップ自体は結構日本でもね技的通って売られているものがあったりするから、そのパーツを組み込めば割と技的問題解決できるのかなと思うんですけど、まだねそこまでいけてないところなので、この USB-C のケーブルを使って使うっていうスタイルになるかなっていうところですかね。余談なんですけど、今一番現実的に使えるキーボードとしてはこのねクリックスっていう iPhone 専用のキーボードですね。これはめちゃくちゃ早く入力できて、こんな感じでかなりねもう電車の中とかでもかなり使い勝手がいいところだし、あとコマンドキーとかが使えるのでテキストワークかなりしやすいっていうところだと iPhone ユーザーの人はこれがおすすめかなと思います。僕はイギリスから取り寄せて使ったんですけど、なんと今日本の Amazon でもね売られているらしいので、その辺ねちょっとチェックしてみてもいいかもしれません。はい、でこれは地味めなものであんまりがっつり使うっていう感じではなくてお守り的な感じなんですけど、いろんなアイテムがひとまとめになっているっていうものですね。例えば SIM ピンとか、あとUSB-C ケーブル、充電用の結構古いやつなんですけどとか、ライトニングアダプターとかマイクロ USB アダプターとか、そういうのがね備わっているものです。USB-C でいうと他のコネクターに接続して使うってあんまり推奨されないらしいんですけど、本当に充電する時にケーブルないとかめちゃくちゃ困るので、そのために持ち歩いてるっていう非常用の感じですね。一応いろんなものが備わっていて、ここにはマイクロ SD のアダプターみたいなにもなるし、すごい遅いんですけど、そういうのとか LED ライト仕込まれていたり、ナノSIM をここに2枚挿すことができたり、本当はねここに SIM アダプターを置いたりとか、そういうのがねできるようになっています。一回も使ったことないんですけど、ここをパカッと開けるとこのままねスマートフォンフォルダーにもなるので、こんな感じでスマホとかを置いたりもできるっていう感じですね。一番はやっぱ充電する時にケーブルこんなマイナーなの持ってないっていうのをね、この薄さカードのサイズ感で1個あれば解決できるっていうところで、そういう意味では重宝しているっていう感じです。はい、続いてはケーブル類ですね。ケーブル類もちょっとサクッといこうと思います。まずは有線イヤホンです。有線イヤホンはさっきワイヤレスイヤホン使ってたのになんでって感じだと思うんですけど、動画編集をするときは割とね有線イヤホンが必須なんですね。もう本当にバッテリーとかも必要ないし、これを MacBook にガシッと差し込むだけで遅延もなく
バッテリー消費も関係なく混戦もないという、有線イヤホンはねそういうところで最高だなと思うんですけど、今はこの Apple の AirPods をイヤーポッツを愛用しています。イヤーポッツに関してはAirPods と音も近い方向性だろうし、世界でもね一番多分ユーザーが多いイヤホンだと思うので、そういう意味で YouTube 動画を作るとかになるとやっぱそれでねモニタリングした方がいいのかなっていう感じがするので、これを使ってますね。昔はね iPhone にも付属していたんですけど、最近はついてこないので、普通にハードオフとかそういうところで500円ぐらいで投げ売りされているやつを見つけては購入してストックをしているという感じです。で最近はねサンダーボルト5ケーブルが出て、それ真っ黒でうわーって感じなんですけど、サンダーボルト4のケーブルはまだ白いので、これをね普段から使っています。主にさっき紹介したこのね SSD を接続して Mac とつないでるって感じですね。もちろんね専用のこういうケーブルはあったりするんですけど、これ黒いんですよね。黒いこれも黒いんであれなんですけど、ケーブルだけは白く統一したいっていうそういう気持ちがあるので、これを使ってます。本当に安定して全くねなんかこう接続が悪くなるとかもなく、若干ね高めではあったんですけど、本当にずっと長期間ね全く問題なく使えているので、ちょっと安めのケーブルをいくつか買うよりも圧倒的にこれ1本買った方がQOL は高いかなと思います。そういう意味でもねこれは今愛用していて、新しいの出ちゃったからちょっと古いのを買っておこうかなって感じですかね。これは充電用ですね。 MacBook とかあとスマートフォンとかあらゆる充電をするときにこの 100W 給電に対応している CIO の充電ケーブルを使っています。前にねディスプレイ付きのやつを Amazon のセール品とかで紹介したんですけど、それを買う前はこのディスプレイが搭載されていないバージョンを使っていたので、それを持ち運び用としています。やっぱね2メートルぐらいあると結構カフェだったりコワーキングスペースだったり、あとはビジネスホテルとかそういうなんか充電の場所が限られるようなところでも結構ね頑張ってこう引っ張ってこれるので、2メートルぐらいのケーブルが1個あるとすごく重宝するっていう感じですね。この辺やっぱり場所を選ばないっていうところと、あとそんなに重さもないし、すごいこれシリコンで柔らかいので、そういう意味ではこの2メートルの CIO のケーブルすごくいい感じです。おすすめ。はい、続いては結構ね細かいアイテムたちなんですけど、生活雑貨的なやつかな。これは前にも紹介したんですが、クラプロックスっていう歯ブラシですね。ちゃんとこんな感じで折りたたみができるもので、この目がぎっしり詰まってるからしっかりと柔らかく歯をがっつり磨けるというところで、普段からね、電動歯ブラシと持ち歩き用にこちらを愛用しています。でちょっと使ってはいるんですけど、これ歯間ブラシもちゃんと入るんですよね。結構歯間ブラシって大事らしくて、歯の内側とかって歯の中の方ってなんか歯間ブラシじゃないとこうフロスとかでもね取れない場所があるらしくて、歯間ブラシは絶対してくださいみたいな歯医者で言われたりするんですけど、そのためにこの旅行用にね別で小分けせずにこれで持っていけるっていうのがすごくいい感じです。歯磨き粉めっちゃ癖強めでラメラメが入ってるこの真っ青なブルーベリー&リコリス味のものなんですけど、このコンパクトさに歯ブラシセットを入れて持ち歩けるってめちゃくちゃいいなと思って、ガジェットポーチに入るじゃんっていうこのサイズなので、結構人と会う機会も多いので、そういう時のためにね一応これを持ち歩いて使っています。これめっちゃいいよこれ。であとは耳栓ですね。耳栓に関しては正直ワイヤレスイヤホンの方が使うんですけど、出張に行く時とかやっぱホテルとかでね寝れなかったりするので、そういう時に夜ちゃんと集中して寝るためにこれをつけていたりとか、本当にカフェとかで音を聞かずにできるだけ遮音だけして使いたいとかいう時に重宝しているものですね。アメリカ軍とかが銃を撃つ時とか、なんか飛行機を運転する時、飛行機を操縦か、できるだけ騒音を遮音するために使うやつらしくて、この一晩中つけてても耳が痛くならないこの
感じがすごく良くて、普段からこれを持ち歩いてます。で、あとこれかな。これは結構インパクトがあると思うんですが、サイスのメガネ拭きですね。めっちゃインパクトあるこれやつなんですけど、すごいしっとりとした素材感のいいマイクロファイバー製で、しかもサイスっていうガジェット寄りのものなので、これを愛用してます。サイスって結構メガネのレンズとかを作っていて、 Apple Vision Pro のね、なんか中に入れるインサートレンズとかもサイス製だったりするんですけど、そういうところでメガネ屋さん、銀座にある純銀座っていうメガネ屋さんがあって、そこでねインサートレンズ結構作れるんですが、そこにちょっとお邪魔した時に試供品としてもらったやつですね。ちなみにこれサイスだけじゃなくてコダックもあって、それをね両方もらったんですけど、なんかサイスの方がインパクトがあってすぐ必要な時に見つけられるので、これを持ち歩いています。はい、っていう感じでいろいろなものを紹介して、このパンパンさです。結構締めるのも大変なぐらいパンパンなんですけど、これをねさらにこうガシッとここで拡張をすると、ちゃんとはい、こんな感じでまだまだ容量に余裕が生まれます。で、普段はねこれでいいんですけど、旅行に行く時とかは例えばこれにプラスして Vlog カメラとかをねこうやって仕込んでこのまま持っていくっていうこともあるし、あとは旅行とか結構このモバイルバッテリーとか使うんですけど、無印のねモバイルバッテリーをこうガシッと入れた状態でもこのままパカッと、なんなら余裕がある感じでしまってくれるっていうところが、やっぱ旅行プラス日常使いとしてすごくいいところですね。ここはやっぱ最高です。唯一無二というか、何でもとりあえずひとまとめにできる感じがやっぱいいですね。さすがにこの DJI Pocket 3一緒に入れるのは厳しそうなんですけど、全然締まります。全然締まってくれます。こんな感じで本当に必要なものをひとまとめにしておきたいという用途だと、こういう使い方がすごくいいですね。というところでトバログのガジェットポーチの中身です。はい、というわけで今回はこのトバログのガジェットポーチの中身についてちょっとね長々といろいろと語ってみました。割とねこだわりというか結構頻繁に入れ替わるんですけど、その中でもだんだんこの中にね凝縮されていったものたちなので、自信を持って好きだなと言えるものたちで詰まっています。特にこのガジェットポーチに関してはすごく思い入れがあるし、最近本当に再販されたばっかりなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。年末年始実家に帰る人とかは手に取ってもらえると嬉しいです。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録、いいねボタン、あとコメントよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。